この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は気まぐれ添削褒めちぎり会です。イラストレーター名 F さん、作品のタイトル純潔。とても静かな雰囲気のあるイラストですよね。コメント、今まで技術を磨くことに重点を置いた3ヶ月上達法などの練習や作品作りをしてきましたが、共感される絵作りに行き詰まってしまいました。どうすれば見る人を引き込むようなイラストを描けるのか教えていただきたいです。また、それ以外にも改善点などがあれば何でもご指摘いただけると幸いです。とのことです。はい。見る人の目を引き込むようにするにはどうすればいいのかっていう質問ですよね。F さん。それもうすでにできちゃってます。いやもうね、F さんの作品の魅力にとっても引き込まれてしまいまして、なので、この作品、添削するところが見当たりません。でもね、これ結構皆さん不思議に思うかもしれないんですよ。それは、この作品ですね、今まで僕がこうした方が見栄えが良くなるよっていう風に紹介したテクニック。例えば、明暗さをしっかりつけた方がいいっていうのがあったと思うんですが、例えばですね、この作品、この明るい部分もそんなに明るいわけじゃないですし、暗い部分に関しても、ここですね。ここ一番暗い部分だと思うんですが、ここもね、そこまで暗いわけじゃない。真っ黒じゃないですよね。あとはですね、例えばバストアップイラストだったら手を入れた方が見栄えが良くなるんですが、この作品は手も入っていない。で、あとはですね、瞳の書き込み量。これもね、アップした方がいいよっていう風に言っているんですが、見てください。瞳はね、もう全然ハイライト入っていない。かなりね、マットな状態です。もうね、僕が紹介したよく見えるテクニック、全くもって使っていないのに、なのに見栄えがめちゃくちゃいい。これ、不思議じゃないですか？この部分をね、今回は重点的に紹介しつつ、F さんのイラストのどこがすごいのか紐解いていきたいと思います。で、まずですね、この絵のどこがすごいのかっていうと、めちゃくちゃシンプルに言いたいことだけまとめていることなんですよ。さっき言った手のこともそうなんですが、人物イラストってどう考えても手は入っていた方が見栄えが良くなるに決まってるんですよ。でも、このイラストには手が入っていない。なのに、それが気にならない。これなんでかっていうと、手の演技の補助がなくても、この絵は十分に言いたいことを伝えられてしまっているからです。それと、色使いもかなり絞っていて、この絵にある色って、パッと見、人物の白色と、あとは、この白の影の階調、あとは、このトゲの黒と、そして先端の赤色。これだけじゃないですか？余計なものが一切書かれていないし、余計な色も何もない。だから、シンプルに画面に書かれている情報のみに目が行く。そうすると、この絵はどう見えるのかっていうと、画面に対して面積の狭い色に人間の注目っていうのは行くので、まずはこのトゲの部分にですね、目が行きますよね。で、その次に、この薄ぼんやりと虚空を見つめている少年なのか少女なのか、この人の表情に目が行きます。以上！もうね、画面から読み取れるのはそれだけなので、その他にも何かヒントがないのかなっていう風に、題名を見てみると、純潔っていうタイトル。これもね、すごくシンプルなタイトルですね。でもそれだけで、この作品にとっては十分なんですよ。なるほど。この子は、このトゲによって真っ白な純潔を守っているんだなっていうことが、ここでわかるように設計されている作品なんですね。いやもうね、描かれている絵もおしゃれですが、こんな風に削ぎ落として、最低限の情報だけで見せるっていうこのスタイル。もうね、本当におしゃれだなっていう風に思いました。でね、今すごくシンプルで必要以上のことは書かれていないってお伝えしたんですが、その限られた中でも必要な部分に関しては、もうこれでもかっていうぐらい細部にこだわっているんですね。もうある意味ですね、ねちっこさと捉えられなくもないぐらいのものがあってですね、それが陰影による質感の表現なんですが、例えばね、この髪の毛見てください。この髪の毛のなんか柔らかさ。これね、本当にサラサラっともう触りたくなるような、そんなね、柔らかい髪質なんですけど、それがなんでそう思わせられているのかっていうと、ここ見てください。ここですね、ここのですね、トゲに接している、この部分。
とか、あとはこの部分、ここに注目してみてください。はい。どうですか？めちゃくちゃうっすらですが、トゲに接しているこの部分の髪の毛が少しだけ濃くなっているのがわかりますか？これはですね、髪の毛がトゲに締め付けられて凹んでいるよっていう表現なんですが、このね、ゆるーく締め付けられてできたちょっとした凹み、このね、微妙な陰影を表現する能力と、あとはですね、この部分ですかね。この部分とかと、こことか、こことかもそうですね。はい。よく見てください。ちょっとだけ下からの照り返しで明るくなっていますよね。この髪の毛の毛先の色の表現。こういう微妙な陰影によって、この髪の毛の柔らかさが表現されているんですよ。で、柔らかそうだなって思ってついつい手を伸ばしてしまうと、トゲが刺さってしまうっていうね。いやもうなんとも罪作りな絵です。で、そんな微妙な陰影で髪の柔らかさを出したと思ったら、次はですね、トゲの硬さですね。これも陰影表現によって見事に表現しています。ほら、アップにしてみるとよくわかると思うんですが、見てください。髪の毛の陰影表現とは打って変わって、このトゲの部分はかなりシャープに陰影が入っているのがわかりますよね。このね、陰影のこの際の部分、ここのね、形を見てください。こことか、こことか、あと、ここ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 。もうね、髪の毛とは違って、パキッ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 って、面で割ってもう硬そうに描かれているんです。これによってですね、この尖ったトゲの鋭さ、これが際立っていて、思わず、うわ、痛そうってね、そんな風に思ってしまうような質感のコントラスト。これがですね、この描き分けによって生まれてるんですね。そして、まだあります。肌の張りがある感じ。これも陰影表現によって描き分けがされていて、いやもうね、ここ見てください。ここと、あとは、ここですね、ここ。あとここもそうかな。この首の影と光が当たる部分の際の部分のうっすらとしたこのハイライト。あとは髪の毛の影が落ちた部分との境目も意識的に明るくしてあるんですね。このおかげですごくスベスベで張りのある感じ、質感の違いを明確に描き分けてるんですよ。もうね、やばいでしょ、このイラスト。はい、今言ったように陰影によって質感の表現が巧みなこのイラストなんですが、ここで一点、あの疑問が浮かんでくるんですよ。明暗さがはっきりついていないと、イラストの見栄えってそんなにしないんじゃないのって。そうなんです。この絵はですね、黒い色はそんなにがっつり黒いわけでもなければ、明るい色、ね、髪の一番明るい部分を見ても、真っ白じゃないじゃないですか。むしろグレーっぽいというか、ちょっとね、白よりも暗い感じがしますよね。なのに、この絵はそこがあんまり気にならない。これなんでかっていうと、種明かしちゃいましょう。この絵ですね、実はこっそり見ている人にバレないように補色対比が使われています。皆さん、補色対比覚えてますか？赤だったら緑、黄色だったら紫。ある色に対して色相関の反対の色が補色でしたよね。さあ、この絵のどこに補色対比が使われているのか、皆さんわかりますか？これね、気づいた人すごいですよ。いいですか？多分皆さんびっくりしますからね。よく見ててください。今僕、この髪の毛のこの部分、スポイトしますよ。この部分、皆さん何色だと思いますか？いきますよ。ピッ。はい、どうですか？そうなんです。ここですね、青色なんですよ。皆さん、ここが青色に見えた人っていました？おそらくね、白とか、あとは明るい黄色に見えてたと思うんですよね。でも、スポイトしてみると、予想に反して青。つまり、影面は彩度の低い黄色、そして光の面は青を使うことで、ここに密かに補色対比を発生させて、両方の色を互いに引き立たせ合っていた。だから、ここまで明暗変化を抑えても、あれなんでだろう、不思議と見栄えがする
そんな不思議な効果をですね、絵に含ませているわけなんです。いやー、F さんの色使いのテクニック。これはね、本当に驚愕です。でね、もうこの絵に関しては、不必要なものを全部削ぎ落として、何も足すものも引くものもない。静寂な中で全てを表現しきってますから、もちろんね、添削のしようがないというか、いやもうなんなら添削したくないんですけどね。でも F さんがコメントの中で気にされていること、さらに見た人の興味を引いて共感されるような絵作りをするにはどうすればいいのかっていう部分についてちょっとだけ解説を入れさせていただくとですね、一言で言うと違和感を強調することでさらに絵に対する興味を見た人に与えることができるのかなっていうふうに思いました。っていうかね、ここまでレベルが高い添削になると、もはや何言ってんのかわかんない感じになっちゃうんですけど、今ですね、この子の清純さ、トゲによって守られているわけなんですけど、ちょっとね、僕ここで一つ疑問が残ったんですよ。この子の清純さは自分で守っているんだろうか、それとも誰かに無理やり守らされているんだろうかっていうことが、このことまでもうちょっと深く突き詰めると少しだけ表現が変わってきそうなんですよね。例えばですね、こんなパターンもあると思うんです。はい。いや、もうね、こういう完成された絵に手を入れるの、もう本当に嫌です。ですが、無理やり解説すると、今何をやったかっていうとですね、上から差し込んでくる光を書き込みました。で、その光なんですけど、ちょっとね、格子状になってるんですよ。これで何が変わるのかっていうと、この子が狭い空間に閉じ込められていて、光はこの上の天窓からしか差し込んでこないっていうのがわかりますよね。狭い空間に無理やり閉じ込められて、誰かから無理やり清純さを守られている。だからこんな正気のない目をしているんだみたいな視点がこの光によって加わると思うんですね。で、もう一パターンはどうかというとですね、こんな感じです。はい、もうね、目を隠しちゃう。これで何がわかるのかっていうと、目を隠すっていうのはこの子の意志の表れ。つまり外界と自分の世界を意識的に遮断しているっていうことを表しますから、自らの意志によってトゲを生やして誰も自分に触れさせないことによって純潔を守り抜いているというこの子の意志の強さの表現になるんですね。こんな感じでその純潔が誰の意志によって守られているのかという視点を加えるだけでも、この絵の見方がガラッと変わって見ている人の気持ちを揺さぶるような、そんな表現に変わる可能性を秘めていると思います。ぜひね、F さんなりの視点を加えてみて、作品にさらに深みを持たせてみてください。以上、今回はシンプルな作品に隠された凄技テクニックお伝えしてまいりました。いかがだったでしょうか？また、今回解説した補色対比についてさらに効果が知りたいという方はですね、こちらの動画、気まぐれ添削43もおすすめです。こちらは透明感を保ちつつも立体感を出したいという結構難しい課題に対しての添削だったのですが、それを補色対比を使うことによって実現しています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。